極真会館浜井派の浜井美香です。今日は撃砕大をやっていきます。撃砕大は撃砕小と違って蹴りが前蹴りしか出てきません。決して派手な技ではないんですけれども、重厚感のある形になります。この重厚感を出すには、三鎮立ちの内受けの部分や前屈立ちのもろ手突きの部分でしっかり体重を落として力強く受けたりついたりすることを意識してやってみる必要があります。そこを重点的にやっていきましょう。まずは号令1から9です。まず6の部分まで説明していきます。最初は、真横に向いて上段上げ受け、そして上段突き、下段払いになります。ここで注意したいのは、まず前屈立ちから騎馬立ちになるときにきちんと足が真横に置けるように注意しましょう。反対側も同じですね。三鎮立ち、前屈立ち、そしてこっちの足がきちんとこの、右足の真横に来るように注意してください。こうなったりこうなったりする人がやっぱり多いですね。あともう一つは、号令の1と4の部分で首を早くパッと向けると型としてスピード感が増します。でこう振り向きちょっと早く向けますね。でそして4の部分もちょっとだけ早く向けると型の全体としての緩急がつきます。ここも一つのポイントです。そして次は7から9になりますね。騎馬立ちをやりました。で騎馬立ちから三鎮立ちですね。三鎮立ち、三鎮立ちではあはあはあ、息吹3回続きます。でこの時に肩にですねやっぱり重みを持たせたいですよね。この息吹が軽く見えるとちょっとやってみるとですね、これダメな例ですとからね、なんかロボットみたいですし上半身も全然ひねれてない状態になります。ここは、脇の下に手を持ってくる時に吸います、ね、吸って受ける時に吐き切る、そしてこっちも脇の下に持ってくる時にで吸って鼻で吸って受ける時に吐き切ります。この呼吸と体の連動ができるとかなり肩に重みが出ますしイメージとしては上半身全体を使ってると思ってください。で息吹はただ口でクックッってやるのではなくてこう上半身もうお腹から全身を使ってで背筋も使いますね。だから背筋も使って大げさにやるとこういう状態ですね。でこの時もお腹に力入ってないとこうなるんですよね。反りやすくなりますしからじゃあお腹にも力入れて体の動きと息吹呼吸が連動できるように練習してみてください。はい、次は号令10の部分です。三鎮立ちから内受けですね。そして前蹴り、肘打ち、裏剣、下段払い、逆突き、逆下突きですねの部分です。でここで注意したいところは蹴りの時に手を絶対動かさないようにしましょう。この時にこの蹴りこの右手と左手両手ですねが蹴る時にこうやってだいたい10回やってみてください。
ね、10回ここだけ練習するとだいたい3回目か4回目あたりから手が離れてきます。足が辛くなって手が離れてきますので、これ10回練習して10回ともこう体から離れないように練習してみてください。そして蹴った後は肘打ちですね。この肘打ちは縦剣になります。こうじゃなくて縦ですね。縦剣になります。縦剣で肘で打ってますね。でここをグッと下から相手の顎をグッとね、叩き上げるイメージでやってみましょう。そしてそのまま裏剣。この時注意したいのがやはりこっちの手です。この時の一連の動作の時に手がこう無意識に下がったりしないようにきちんとこっちも引きます。そして下段払いですね。こっちはきちんと金敵をガードして下突きを打ちます。でここはやっぱりこの方の見栄えのする部分ですので、皆さん大体何かこう省略省こうとするんですよね。だから例えば金敵ガードがなかったりとかっていう人も多いです。ここはやっぱ正確に一つ一つをきちんと力強くできるようにやってみましょう。そしてこのスピードを上げるための練習なんですけども、これ1,2,3,4 4つの動きがあると思いますが、私の場合はまず2つに分けて練習しています。どういうことかというと、最初からできないのにポン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 ってやるとこうなんか弱いですよね。なので最初は、肘打ち裏剣だけ早くするんですね。トントン、トントン、ここか。前蹴りでトントン。ここだけをまず何回も練習する。ね、で特にここからここが動かさないようにします。ここに点があると思って肘打ち、ここからポン。まず肘打ち裏剣を何度もやります。そしてその後に下段払い逆突き、下段払い逆突き、下段払い逆突き、これ何回も。そして最終的につなげるんですね。ここからこういって、間ですよね。裏剣から耳に持ってくるところ、裏剣から耳に持ってくるところ、つなぎのところも練習しますね。そして最終的にトン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 、ね、トン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 、そして、体も使ってきます。こういうふうに最初からもう4つ全部やろうとすると、どこか力が入らなかったり抜けたり動きが省略されたりしますので、まず2つずつ練習して最終的につなげて速くするというのを意識してみてください。後半の号令7から10です。6の時に前屈立ちの下突きですね。ここから手刀で騎馬立ちになって相手の首をグッと叩きます。この時にこっちの引き手はグーになります。ね、ここからここで1回手を開いて2つとも手刀にして足払いをしてからドン、ね、こっちの手はグーです。そしてその後こっちの右足を前に出してもろ手突きになります。でもろ手突きで注意したいのが、この、足が出てる手が下になります。時々こうやって間違って打ってる人がいますけども、こっちの手が下になりますので注意しましょう。そして大事なことはきちんと毎回引きますね。手を引いて足を出して固めてからきちんと引きます。手だけにならないように、例えばこうでならないようにですね、全身を使ってグッとね、ちょっと大げさにやるとグッと前に出してつく、これを意識してみてくださいね。そして最後は引きます足ね。3回目は前に出て3回目は
足を引きます。この時にも、同じように腰の高さを変えないで、ここから1、2、そして3ですね。ここも一回足固まってからでいいです。固まってから物打てず、一回きちんと引いてからドンと打ちます。そしてここで注意してもらいたいのが号令10で直れです。10で直れ、で休みになりますので、10で直るというのを覚えておいてください。目走撃砕台用意1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、休め。目走撃砕台用意1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、休め。はい、撃砕台をやってきました。撃砕台は地にしっかり足がついた技が多かったですよね。これができるようになったら、次は内受けの息吹の部分でしっかり体をですねぐーっと絞りながら呼吸をする、ね、息吹を吐く、はーっと吐く、これを練習していきましょう。この動きだけでもう汗がブワッと出るようになったらもう空手の上級者です。はい、練習してみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おっす。